古民家の近所の家なんですが、枯れた2本の杉の木の伐採を植木屋さんから頼まれました。この木とこの木です。もう葉っぱがなくなってしまっていて、完全に枯れているのがわかります。本当は根元から切り倒したいところなんですが、すぐ隣には家が建っていますし、手前には川が流れているんですが、川幅が狭いので切り倒すと川を越えてこちら側の道路に倒れてしまう可能性があります。上手に切って川の中に落とせたとしても、木が枯れているので倒れた衝撃で折れて思わぬ方向に飛んでいってしまうっていうことも考えられます。ということで少し手間はかかってしまうんですが、この木をツリークライミングで登って、上から順番に切り落としていきたいと思います。実際の作業の様子をご覧いただく前に、手順などを簡単な CG でご説明します。ツリークライミングで登って上から3分の1ずつ切ります。本当はもっと細かく切っていった方がいいんですが、枯れていてあまり上の方まで登れないので、このような方法になりました。最後は地上で根元から切り倒します。次にツリークライミングについて説明します。ツリークライミングにはいろんな装備が必要です。まずはハーネス。これはツリークライミング専用のものです。墜落防止のためには一番大事な道具です。ツリークライミングスパイク。金属製の爪を幹に刺しながら登っていきます。ランヤード。登るときに体を支えるのに使います。クライミングロープ。いわゆる命綱です。SRT システム。いざという時に素早く降りるために使います。ヘルメット、イヤマフとフェイスガードがついています。これらの装備をつけて登るわけですが、まずランヤードを上に上げて体を支えます。その後スパイクの爪を幹に突き刺しながら登ります。登った分だけクライミングロープを上に上げます。これを繰り返しながら上まで登っていきます。それでは実際の作業の様子をご覧ください。ハーネスなどはもう装着し終わってるんですが、このクライミングスパイクだけは現場に行ってからでないと装着できません。このタイプのクライミングスパイクは足の裏に金属の爪がついているので、地面が平らなところでつけてしまうと歩けなくなってしまいます。クライミングスパイクの装着ができたので、まず少しだけ登るんですが、木の周りにつるというかツタのような植物がもういっぱい、巻きついていて、ランヤードを上げていくのが大変なんですよね。少しだけ登って、体を安定させたところで、この命綱ですね、クライミングロープをセットしていきます。結び方はですね、ランニングボーラインといいまして、いわゆるもやい結びの応用ですね。この命綱の SRT のシステムですが、ロープレンチという道具を使っていまして、
構造が結構単純なので、故障が少ないんじゃないかなと思って、私は愛用しています。これで全ての装備がセットできましたので、上まで登っていきます。それにしてもこのつるが本当に邪魔なんですよね。詳しくはないんでよくわからないんですが、この杉の木が枯れてしまった原因もこの絡んだ植物が関係してるっていうこともあるかもしれないですね。この黄色い方のロープ、クライミングロープですね。このロープをこうやって引き上げていくのが結構大変な作業で、実際このクライミングロープを使わずにですね、このオレンジ色のラインヤードだけで登る人もいるんですが、そうするとですね、例えばツリースパイクが脱げてしまった場合とか、どこか怪我をしてしまった場合とかですね、そういう時に下まで降りれなくなるんですよね。あるいはチェーンソーで間違ってラインヤードを切ってしまったら、もうその瞬間に墜落してしまうってことですよね。なのでこのクライミングロープは予備のためにつけているっていうふうに考えている方もいらっしゃるんですが、私はこれが命綱で他の装備は登るための道具と考えています。なのでクライミングロープを使わずに登るってことはありえません。一旦ここでですね、命綱に体を預けてちょっと休憩しています。つるが絡んでいるので邪魔をしてなかなかロープが上に上がっていかないっていうことと、この木が思った以上に枯れているので、この皮が結構乾燥が進んでいて、スパイクの爪がうまく刺さっていかないんですよね。それでもう登るだけで結構体力を消耗してしまっています。それから説明してなかったんですが、ラインヤードを上げた後ですね、これですね、このロープなんですが、ラインヤードにプルージックで結んでありまして、ラインヤードが滑り落ちないように工夫しています。通常はラインヤードを引っ張った状態になっているので、滑り落ちるってことはないんですが、このクライミングロープを上に上げているときは体を木の方に近づけるので、スパイクの角度が浅くなって滑り落ちやすいんですよね。なのでラインヤードを保持するためにプルージックを使っています。この位置で切ることに決めたので、体勢をちょっと整えます。多分先端までは4メーターぐらいあると思いますが、ここから先は結構枯れていて、鎖も進んでいそうなので、登るのはちょっともうやめておきます。ここでロープで結んであるチェーンソーを、引っ張り上げます。下でスパイクを履いて登り始めて、ここに来るまでだいたい15分かかっています。
29。これでようやく切る準備が整いました。私はこういう普通のバールで無理やり倒してますが、本来はプラスチックのくさびを打ち込んだ方が安全だと思います。やっぱり先端は完全に枯れていたので、落ちた衝撃で折れましたね。それでは次に切るポイントまで折ります。もう一段下まで来ましたので、もう一回切りたいと思います。バールでこじっても1回で倒れない時があって、途中まで傾いてた木が戻ってきたりするんですよね。その時は一番危ないですね。くさびの場合は一度打ち込んでしまえば取れるってことはまずありませんから、木が戻ってくることはないんですよね。やっぱりプラスチック製のくさびの方が安全だと思います。それでは地上まで降りて根元で切り倒したいと思います。ファクト
最急。足場が良くなくてですね、杉の木の向こうはすぐに川なんですね。後ろに家があるので確実に川の方に倒れるようにくさびを打ち込みます。これで1本切り倒すことができました。この後ですね、もう1本の方も同じように上まで登って3回に分けて切りました。これで枯れた杉の木2本の伐採が終了です。川に落とした木はこの後植木屋さんがユニックで釣り上げました。今回の動画いかがだったでしょうか。ちょっといつもより長い動画になりましたが、ツリークライミングについてできるだけ詳しく説明したつもりです。古民家再生とはほとんど関係がないツリークライミングで木を切るっていう作業でしたが、安全に作業ができればツリークライミングっていうのは本当に役に立つ技術だと思います。これからもですね、田舎ならではの作業っていうのがいろいろありますので、動画でご紹介していきたいと思っています。よろしければチャンネル登録、高評価などよろしくお願いします。